2300年以上前に書かれた一冊の本がある。タイトルは三海峡、550の山、300の川、100以上の国、そして誰も見たことのない生物が延々と記録されている。誰が書いたのかわからない。いつ書かれたのかはっきりしない。一人の著者が書いたのではない。数百年にわたる記録が一つにまとめられたものだ。中国では周易記、皇帝大経と並んで上古三大記書と呼ばれている。ほとんどの学者はこれを神話の寄せ集めだという。しかし一部の研究者は全く違うことを主張している。この本は神話ではない。6700万年前の世界を記録した実在の地理書だと。今日は中国史上最も謎に満ちた一冊の書物三海峡に迫る。三海峡で最も有名な生物はキュウビコだろう。声は赤ん坊のように聞こえる。人を食う。だが逆にこの狐を食べることもできる。この狐を食べた者は邪気に侵されなくなるという。古代太夫という英雄がまだ無名だった頃、登山という場所で白いキュウビコを見た。これは王者の兆しだと信じ、登山の女を取った。結果彼は水害を治め、カウチョウの礎を築いた。キュウビコはもともと吉兆だった。妖怪になったのはずっと後の時代の話である。ヒッポウという鳥がいる。鶴に似ているが足は一本しかない。青い体に赤い模様、白い狐。この鳥が現れた場所には必ず山火事が起きる。名前の由来は木が燃える時のパチパチという音だという。食竜、人面邪神の巨大な神。全身が赤い。目を開けば昼になり、閉じれば夜になる。息を吹けば冬になり、吐けば夏になる。食べない、飲まない。普段は呼吸すらしない。慶天、皇帝と神の座を争い、首を切られた戦士。だが死ななかった。乳首を目に、へそを口にして、斧と盾を振り続けた。諦めが悪いにも程がある。ここまで紹介した生物はすべて三峡山の書に記録されている。三海峡は大きく2つに分かれる。前半の三峡は山や川の地理とそこに住む生物の記録。後半の海峡は海の外にある異国と異民族の記録だ。つまり山の百科事典と異国の民族図鑑だ。この違いを覚えておいてほしい。三海峡の海峡は海の話ではない。海の外、つまり中原の外にある異国の記録だ。100以上の国が描かれている。環境国。この国の人間は胸に大きな穴が開いている。身分の高い者は服を着ず、下僕に竹の棒で胸を貫かせ、2人がかりで担がれて移動する。後継、後句。2本の足が交差した民。後世の記録によれば身長は4尺およそ 1.3 メートル。全身に毛が生え、骨が柔らかい。一度寝転んだら自力では起き上がれない。現代人にも心当たりがあるかもしれない。そして西洋坊。後の時代では優しい仙女として描かれるが、三海峡の記述は全く違う。氷の尾だ、虎の歯。天災と疫病と残酷な刑罰を司る恐ろしい神だ。彼女が住むのは崑崙山。その崑崙山には人面古神の守護神がいる。西海の南、流砂のほとり、積水の後ろ、国水の手前。この描写があるものと一致する。エジプトのスフィンクスとピラミッドだ。偶然かもしれない。だが不気味なほど似ている。面白いことに三海峡は方角の書き順が独特だ。南、西、北、東。普通は北から始める。
書いた人物は南方の人間だったのかもしれない。この本が2000年以上生き延びた理由は皮肉に満ちている。まず孔子、戒律乱人を語らず、孔子の有名な言葉だ。この儒教の聖人は超自然的な書物を嫌った。孔子が読まないなら当時の学者は誰も読まない。誰も読まないから誰も改ざんしなかった。武士がこの本を守った。次に秦の始皇帝、彼は天下の書物を焼いた。だが三階教は焼かなかった。すべての本を焼いた男が一冊だけ枕元に置いていた。この本に書かれていることを事実だと信じていたからだ。一説によれば始皇帝は統一後、三階教を手に隋の墓を探しに行った。古代の秘宝が眠っていると考えたのだ。秦代になると風向きが変わる。4世紀、学者の郭伯が詳細な注釈を書いた。これが今に伝わる版の原型だ。同じ頃、詩人の桃園明がこの本に捧げる詩を書いた。桃花源記の作者だ。彼は三階教の不思議な世界を愛した。その後、隋代には正式な地理書に分類された。だが秦代には再び文学の扱いに戻された。内容のほとんどが実在しないという理由で。だが実在しないと断言するには一つだけ引っかかることがある。この本に書かれた地理は現代の地図とは一致しない。しかしある時代の地図とは一致するかもしれない。その話はもう少し後で。実は三階教は本ではなかった。伝説によれば最初に存在したのは三階図、地図だ。太夫が天下を平定した後、9つのかなえを鋳造し、その表面にこの地図を刻んだ宮廷を並べれば世界のすべてが見える。どの山に何があるか、どの川にどんな生物がいるか、すべてが絵として記録されていた。だが宮廷は失われた。地図は消えた。残ったのは文字だけだ。今の三階教はあの地図を文章に書き起こしたものに過ぎない。後世の画家たちは文字だけを頼りに絵を描いた。しかし実物を見たことがない。伝言ゲームのようにどんどん変形していった。今私たちが知っている九尾子や食竜の姿は原型とは全く違うかもしれない。実際三階教の文章を注意深く読むと独特の構造に気づく。坊さんの南300里、形は牛に似てまるで GPS の座標と図鑑の解説文を混ぜたような書き方だ。これは独立した文章ではない。絵の横に添えられたキャプションだったのだ。つまり私たちは地図帳から地図だけを引き抜かれた解説文の残骸を読んでいるのだ。ある研究者が大胆な仮説を提唱した。物理学を学んだ異色の人物だ。その仮説は学会を困惑させた。三階教の最初の山は寂山、青海のほとりにあると書かれている。彼は問うた。この寂山はどこか。そして6700万年前の地質図を引っ張り出した。白亜紀末期、恐竜が絶滅した頃、アジアの地図は今と全く違った。現在のチベット、ロシア東部、中国東部の大部分は海の底だった。陸地は現在の中原を中心としたブーツのような形の狭い領域だけ。この地図の西旗に確かに寂山が存在する。四川とチベットの境界付近だ。さらに三階峡は寂山から東へ2950里で東海に着くと記している。1里を400メートルとすると約1180キロメートル。これが古代の東海岸線とほぼ一致する。だがここからが問題だ。この研究者は初中の神たちは地球外生命体だという。
太夫も女華も福義も人間ではない。6700万年前に地球に来た存在だ。彼らが大陸を隆起させ、恐竜を滅ぼし、大洪水を引き起こした。だが6700万年前の出来事をなぜ人間が知っているのか。この研究者によれば、彼らは地図と機械を山中の洞窟に残した。後の時代、古代中国の役人がその洞窟に入った。壁に描かれた地図と見たことのない機械の数々、それを記録したものが三海峡の原型だという。三海峡の海魚、操魚は潜水艦だという。怪物たちは宇宙船や兵器だと。正直に言えば主流の学者はこの仮説を支持していない。理の換算も議論がある。だが地質学的な地図の一致は偶然にしてはできすぎている。結局のところ三海峡が何なのか誰も断言できない。神話の寄せ集めかもしれない。失われた地理書かもしれない。古代人が目撃した理解不能な出来事の記録かもしれない。あるいは6700万年前の世界の記憶かもしれない。確かなことが一つだけある。この本は改ざんされていない。2300年前の言葉がほぼそのまま残っている。もし答えがあるとすれば、それはまだこの本の中にある。私たちはその 5% も理解していないのかもしれない。